今回は六角ボルトについて解説していきたいと思います。六角ボルトのように小さくて厚みのあるパーツをきれいに切り出して、その後崩壊したりすることを防ぐ方法を解説したいと思います。カードモデルベーシックスではカードモデルを制作する上で基本的なテクニックや便利な道具などをご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして新たな情報をゲットしてください。それでは六角ボルトを切り出していきます。メーカーやデザイナーによって六角ボルトの印刷のレイアウトが異なるんですけれども、基本的には並んで印刷されていると思いますので、まずは列で切り出していきます。この時に使用しているのがカッターの刃をしっかり固定できるグランツカッターというものですね。こちらの方にムラテックというメーカーの片刃のカッターの替え刃ですね、こちらを入れて使用しています。片刃を使用することで断面を垂直にすることができます。今回は例としてモデルコムというメーカーのパーツを使用してますけれども、こちらは六角ボルトが間隔を空けて印刷されているので、なるべくロスを減らすために列でカットした後、左右は平刀でカットしていきます。そのままカッターで切ってもいいんですけれども、他のボルトを切ってしまう可能性があるので、用心のために平刀を使用しています。列で切り落としたら左右の余白をカットしていきます。続いてはレタッチをしていきます。一つ一つ切り出してからレタッチしてもいいんですけれども、めんどくさいのと、あと次の工程で瞬間接着剤を使用しますので、それより先にレタッチをしておかないと色が入らないというのもあって、この段階でレタッチをしておきます。続いては断面に瞬間接着剤を塗布していきます。こちらもつながった状態で接着剤をつけていくんですけれども、左右の一番端のものが一番強くなると思います。真ん中のものは必ず2辺ですね、接着剤が塗られている形になるので、個別にカットしても崩壊しづらくなります。それでは一つ一つを切り出していきます。前の工程の瞬間接着剤が硬化してから必ず切り出すようにしてください。この時も片刃の替え刃を使用してカットしていきます。
メーカーによってカットの際のロスも考慮して多く印刷されているものもあるんですけれども、このように必要分の印刷しかされていないキットもありますので、そういう時は慎重に切り出していくにはこの方法は有効なのではないかなと思います。ここに切り出したら断面の残りの白い部分をレタッチしていきます。それでは今回の方法で切り出した六角ボルトをパーツの方に取り付けていきたいと思います。今回の方法は手間はかかるんですけれども、そのまま切り出してパーツに接着した場合に比べて、その後不注意で触ってしまった場合などに六角ボルトの紙の層ですね、こちらが剥がれてしまうっていうことが起きづらくなりますので、製作中の手直しの回数ですね、こちらを格段に減らすことができるのではないかなと思います。現在制作中のトレーラーですけれども、この方法をとってからまだ手直しはしなくて済んでいるので、ぜひ試してみていただければと思います。土井田隆の動画ではカードモデルの制作に役立つテクニックや道具などをご紹介したり、気になるキットのレビューや制作をしていきますので、ぜひチャンネル登録をして新たな情報をゲットしてください。いつも動画を見ていただきありがとうございます。もしこの動画を楽しんでいただけたら、ぜひスーパーサンクスで応援していただけると嬉しいです。新たな企画や動画制作に使わせていただきます。動画の感想や質問などコメントもぜひお願いいたします。X や Instagram、Facebook のリンクも概要欄の方に載せてますので、そちらからフォローしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。